今回は金消しに色付け動画シリーズ当時ものレギュラーサイズパート4けん玉をペイントします。いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。パーフェクト超人の一人乱入コンビ。レギュラーサイズ金消しパート4のカプセルに同梱されていたブックレットです。表面はカラー刷りでパート1からのラインナップが文字情報で一覧に、裏面はイラストでこのパート4に収録の超人です。筋肉マングレートやラーメンマンがメインを張っている段でした。これまでにはジョーズマンやゴーリキをペイントしてきました。まずは塗装前の状態です。40年超の経年劣化、汚れはありましたが、致命的な損傷などはなしでした。ペイントには大きくは支障ないので、そのままいつもの工程で下処理を進めていきました。塗料は水性アクリルのファレホを基本に、下出るカラーを要所で使いながら、オール筆塗りで色付けをしていきました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。当時もののレギュラーサイズ、高さは約4センチです。けん玉ヘッドが外れたデザイン、独特の形状ですが、しっかり自立をしました。塗装後のレビューを先に。彩色はフレッシュとシルバーの組み合わせ。少し濃いめのカラーリングにするのがけん玉を映えさせるポイントです。かかった時間は約30分の塗装でした。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して、過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリアツヤ消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのゲームカラーグレイシャーブルーを塗りました。今回はシルバーの上塗りが来るので、ライトなこの青系カラーを下地にしました。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けをスタート。1色目はモデルカラーのダークグレイです。メインボディのカラーは鋼のカラー、メタリックの濃い銀色です。モデルカラーのガンメタルを使いました。上半身、アームカバー、脚部、チェーン、けん玉ヘッドなど、ほぼこのカラーです。下地が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように、下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って、水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーは、ホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。肌カラーもしっかりした色味の塗料をチョイス。モデルカラーのフラットフレッシュです。腹部、腕部、右手、大腿部分に最初薄く色をのせて面積が広いので塗ってるうちに乾いてくるんで、そこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。けん玉はけん玉がモチーフのパーフェクト超人でデンマーク出身。超人強度は1500万パワーです。頭部の巨大な鉄球と超人高度10のダイヤモンドでできたボディが特徴。チェーンデスマッチを得意とし、鉄球の重さを利用して投げ技を防ぐのも一流のテクニックを持っています。乱入コンビとしてのタッグパートナーはスクリューキッドです。コンビでの必殺技は地獄のねじ回し。最後はメタリック部分に質感を高め陰影をつけるために、
シタデルカラー、シェード、ナルンオイルを全体にさーっと塗りました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。これまでの制作記録から、今回のケンダマンと同じ造形、復刻版7、夢の超人タッグ編2からリリースのバージョン。こちらは初代アニメカラーをイメージでペイントしたものです。濃紺、黄色の肌カラー、赤のけん玉ヘッドが特徴です。その初代アニメカラーにて、丸腰製デカ消しでのけん玉をペイント。こちらはけん玉ヘッドが頭部に、目、瞳もある造形です。デカ消しでは第1弾 A 型でラインナップされています。高さは約9センチです。タッグパートナーのスクリューキッドです。こちらも丸腰製デカ消しのデザイン。そして初代アニメカラーの水色です。ケンダマンともどもシンプルな色分け、色数だからこそ意外と難易度が高いのがこの乱入コンビのペイントです。スクリューキッドを原作、超人図鑑カラーでペイントするとこんな感じです。ネジの部分はシルバー。デカ消しでは第1弾でこちらもリリースされたスクリューキッドはフェイスのデザインはない、読者応募採用段階での造形になっていました。乱入コンビに倒されたモーストデンジャラスコンビです。まずはブロッケンジュニア。タッグ編でのカラーリングでペイントしたもの。レギュラー版パート10での造形の金消しです。ブロッケンジュニアとタッグを組んだのはリキシマン。原作名はウルフマンでした。こちらは金消し復刻版7、夢の超人タッグ編2での造形のもの。タッグトーナメント入場行進時のコスチュームデザインです。たすき、化粧回しのペイントが一苦労でした。そして、パーフェクト超人のドン、ヘルミッショネルズ1号ことネプチューンマンです。結果的にケンダマンにとどめを刺したのはこの人でした。初代アニメカラーのコスチューム緑でペイントをした金消しです。ということで、今回は、筋肉マン金消し塗装、当時ものレギュラーサイズパート4のシリーズのケンダマンを原作超人図鑑カラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。